ボンバットさん、人に懐く。Hey, come back this way. Come back. Good girl. Oh, Holly, you're a beautiful girl. Hey? Oh my god. What? This is amazing. Hey, welcome back, Ellie. Oh, you're such a sweetheart. Hey? Don't fall off. Oh, come here. かわいい。懐くんだ夏か帰るんだな。野生の成獣は知らんが動物なんて子供の時から飼育すやこっちのこと親だと思う。コロコロしてて可愛いな。哺乳類は脳がある程度発達してるから大体懐く。懐くの珍しいの？もともとおとなしいんじゃないの？トカゲとか魚みたいな表情わからないやつは怖いけど哺乳類はまだ理解できるな。コアラに近い動物らしいけどウォンバットの方が可愛いな。可愛いな。ウォンバットの可愛さは異常。ケツが硬くて四角いうんちするのが特徴なのも笑えるよな。ウォンバットとか、きっと貨幣の価値がわかってるんだろうな。賢そう。子供ウォンバット連れ去り動画はひどかったな。炎上した後の言い訳も極めて見苦しい。これあって叫ぶやつ？ワイもコロコロうんちするよみたい？それもアモットカッコの加藤純一の声合成したやつ。いやずめ怖くね？攻撃する意志がなくてもふとした拍子で怪我しないんかこれ。うんこが四角い定期。いっぱい相手しないと鬱になる子。かわよ。楽しそう。ボンさん、つべこべとなぜごめんなさいと言えんのだかっこケツで頭蓋骨を割ってくる。動物なんて子供の時から飼育すやこっちのこと親だと思う。哺乳類は脳がある程度発達してるから大体懐く。成獣になれば親だろうが兄弟だろうが敵なんて哺乳類いくらでもいるだろ。こういうやつがアライグマとかカワウソとか買って後悔するんだろうな。そもそも警戒心が低いからね。野生でも向こうから人に近づいてくるらしいし。ピンテレストで可愛い動物の動画見漁ってると大概そこにウォンバットの動画も出てくる。人に懐くと夜に話されると寂しがって泣くそうな。飼いたいと思えない微妙なブサイクさだと思ったけど四角いうんちは興味ある。野生でも自分の天敵にすらのこのこついていくアホさ。可愛いけど心配になる。ウォンバットとかマーモットって犬猫並みに人に懐くけどなぜか一般ペット化はしなかったな。餌のコストが大変なんだろうか。野生だと短命だけど飼育下だと何十年も生きるんだっけ。多分これ母親が死んで取り残された子供を保護してるとかのケースだろ。パンダやコアラと同じで絶滅してもいい動物。生息域とか個体数の問題じゃないか？保護される対象になってからではペットにできないだろうし。一度で二度聞く。動物園関係の動画でも飼育員さん大好き系多くて可愛いと思うけど日本でペットとして飼えるもんなのか？ダチョウ飼ってる人動画とか出てるの見るけど親だと思ってるやついなさそうだけど。ウォンバットうてー。ツイッターに流れてくる割とでかいウォンバットが家に来る動画好き。これはスイートハート。どうにか動物園にまた輸入できないもんですかね。ラッコといい展示の終わりを待つだけなのは悲しい。動くコアラ。いや動かないウォンバットがコアラ動物園はウォンバットを飼育するべき。私の胸の鍵を壊して逃げていった。爪一かきで人間やられそうヌートリアの方が平和な生き物に見える。オーストラリアで結婚された日本人がウォンバットと保護しながら生活してる動画上げてるけど、アホほど可愛いよ。そもそもコロナ禍で動物園ガラガラになった時に人来なさすぎてうつ病になるくらい人懐っこい性質じゃなかったっけ、ウォンバット。でも噛まれたらめちゃ痛そう。ハムスターでも結構痛いのに。ネズミ系って懐いてても反射的に噛んだりするし。結局相入れない奴の動きに見えるけど。ウォンバットなんて初めて聞いたわ。ぬいぐるみみたいで可愛よ。ウォンバット大好き。近所の動物園にいるんだけどリニューアル工事で休園中だから見に行けなくて寂しい。YouTube のライブカメラも休園に伴いほとんど見れなくなっちゃったし。春に新しい子がオーストラリアから来るみたいだし再会を心待ちにしている。生まれた時からいたらそりゃ懐くでしょ。げっ歯類っていきなり噛みついてくるから近づきたくないな。日本の動物園のウォンバット動画クソ可愛くて癒される。掃除中の飼育員に構って欲しくて夏に入ってくるやつマジで可愛い。人間が後ろから抱っこしてるシーンが可愛い。
でかいネズミに見えた。ウォンバットって捕まえていいの？ウォンテッドされない？ウォンバットは保護動物です。レッドリストでは1980年代から絶滅寸前四角クリティカリーエンダンジャードスピーシーズに認定されており、2015年でも同様に、絶滅寸前と認定されています。もちろんウォンテッド。一瞬捕まえたアメカス女が棒セーフにぶち切れられてたぞ。ウォンバットは懐きやすくておとなしい動物。というかものすごいかまってちゃんな動物。しかも、うつも発症するから時間に余裕がある質じゃないと飼うべきじゃない。犬猫みたいに長年かけてペットに改良したわけじゃないしなんか野生の臭さとかありそう。飼育してる動画に出てくるのはみんな災害や事故で親が死んだとか親とはぐれて孤立してたとかで保護されたやつ。地方ウォンバット、野生を捨てる。野生の誇りはないのかわんねえ。上から来るものに気をつけてそう。クマだって人間に懐くけど、問題は犬猫みたいに人間に対して加減できるようにしつけられるかどうかやって。できんから犬猫とは違うんやろ。この手のなんでペットにならない系動物の欠点はしつけの可否、糞尿の処理とか鳴き声が大抵上がる。例えばキツネなんかはその最もたる例だが、糞尿臭すぎるのとしつけができない点であまりペット化には向かない。鳴き声もあんま可愛いものではないので好き勝手に鳴かせると飼い主が辟易したり近所迷惑になるので飼えない。あと単純にウォンバットは保護動物で輸出できないから日本では売買できない。本国では知らん。ウォンバットで言えば思ったよりでかい20、40キロのトネズミみたいに一生歯が伸び続けるのもめんどい。なるほどね。あと、最たる最たる例、な。かわいいなぁ。動物園ののそのそゆっくり動くのしか知らなかった。こんなに早く動けたのか。大型のネズミな。身を寄せるのは、寄生虫の感染しかゆいからな。移されてるのに、喜んでる無能クズな。ペットを飼う時点で、人間失格の無能クズな。台風だか地震の影響で動物園をしばらく閉めていたらお客さん来なくてうつ病になっちゃったぐらい寂しんぼなんだよね。それは魚のマンボウではなかったか？動物なんて子供の時から飼育すやこっちのこと親だと思う。とは限らない。子供の頃から育てていても大人になったら人になれなくなる個体も多い。すんげーずんぐりむっくりやな。それ含めて可愛いわ。可愛いけどトイレ覚える？トイレ覚えないと話にならない。人間から見て懐いてるように見えるからって。動物は懐いてるとは限らない。そもそも懐くという機能がない動物もいるから。こういうのでキャッキャする奴は嫌い。さすが施設が休園で人と触れ合えなくなってうつ病になるウォンバットさん。ウォンバットの話題になると四角いうんちになるのは、キツネの時にエキノコックスの話をし始めるみたいなあれか？パピーだからな。杖にケツスリスリするやつも可愛い。豪州に海外旅行した時にウォンバット抱っこして記念撮影したわ。最後までご視聴ありがとうございました。今後も面白いスレを紹介していくので、ぜひチャンネル登録と高評価お願いします。次回もお楽しみに。